今回はアニメチェンソーマンについて、オープニングの元ネタを徹底解説していきます。登場順に解説していきますので、この動画の後にぜひ、オープニング映像を再度ご確認ください。それでは早速見ていきましょう。まずはダンテの新曲です。ダンテの新曲は地獄編、煉獄編、天国編という、3部構成の長編叙事詩で、キリスト教文学の最高峰として、カトリック教会に大きな影響を与えている作品です。新曲はダンテが3つの世界を旅する物語で、地獄編は地獄で罰せられる人々と言葉を交わしながら、天国を目指す内容となっています。デンジがスターターロープを引いている背景には、そんな新曲の地獄編、第22課の挿絵が使われています。ちなみにこの第22課は、水木しげるの代表作、悪魔くんという漫画でもオマージュされており、広く漫画界で取り上げられています。続いて交差点を横切る4人のシーンですが、あえて4人と横断歩道を描いていることから、ビートルズの12枚目のオリジナルシングル、アビーロードのジャケットを、パロディしているものと考えられます。この構図はアニメだけではなく、ラルフ・ローレンなどの世界的なブランドもパロディしており、アビーロードは、世界で最も有名な横断歩道となっています。そんな横断歩道にて、主要メンバーがアップになるシーンは、映画レザボア・ドッグスにて、ドッグスが颯爽と歩く、有名なタイトルシーンのオマージュです。実はこの映画では、スーツ集団の中に、一人だけ違う目的で動いている男がおり、これはチェンソーマンのストーリーにも、重なる部分があります。ちなみに藤本達樹先生は、クエンティン・タランティーノ監督の、大ファンであることを兼ねてより公言しており、アニメでもその影響が見られる形となりました。またこの場面では、アキアパワーに目線を向けたマキマは、微笑みを浮かべているものの、その後デンジに目線を向けた際には、何か裏があることを示唆するような、非常に悪い顔を見せています。続いて幼少期のデンジが、墓地でポチタを抱きしめるシーンは、ホラー映画の原点悪魔の生贄から、オマージュされたものです。悪魔の生贄は、殺人鬼レザーフェイスが、チェーンソーを振り回す描写が多々あり、藤本達樹先生もコミックス第2巻にて、悪魔の生贄大好き、と、その影響を示唆するコメントを残しています。続いて銃口を突きつける岸辺のシーンですが、これはレザボアドッグスに続き、タランティーノ監督の、パルプフィクションをオマージュしたものです。パルプフィクションは、1994年のアカデミー賞で7部門にノミネートされ、そのうち脚本賞を受賞した時代に残る名作です。まだ見たことがないという方は、ぜひこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。デンジとサムライソードが、井戸を挟んで互いに飛びかかるシーンは、ホラー映画貞子 VS かや子の、合体シーンをオマージュしたもので、この場面で井戸に落ちているのは、サムライソードの仲間沢渡茜です。ちなみに貞子 VS かや子のクライマックスにおいて、化け物には化け物をぶつけんだよ、というセリフが登場するのですが、まさにチェンソーマンという作品は、化け物であるチェンソーマンと、化け物である悪魔がぶつかり合う物語です。この貞子 VS かや子についても、藤本達樹先生は単行本4巻にて、大好き、と明言しています。続いて暴力の悪魔がベッドに腰掛けているシーンは、2007年のアカデミー賞で作品賞を受賞した、名作スリラー映画、ノーカントリーの一コマです。ノーカントリーは血と暴力の国という、小説を原作としていることから、暴力の魔人が描かれていることがわかります。車の後部座席からデンジとアキを映したカットは、クエンティン・タランティーノ監督の、Once Upon a Time in Hollywood における、冒頭のシーンをオマージュしたものです。この Once Upon a Time in Hollywood は、藤本達樹先生の短編ルックバックにも、影響を与えている作品でもあり、レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットを、対照的な二人として描いたストーリーは、映画ファンから高い評価を受けています。続いて狭い会議室にて4人がおかしな動きをしているシーンは、1978年に公開された伝説の Z 級ホラー映画、アタック・オブ・ザ・キラー・トマトのワンカットです。このシーンでは右の壁に、アタック・オブ・ザ・キラー・トマトを示唆するかのように、トマトの悪魔が描かれている点にも注目です。ある和室にてデンジとパワーが恐怖におののくシーンは、邦画ホラーの元祖と名高い、女優霊からオマージュされたものです。この女優霊については、コミックス第7巻で女優霊大好き、と触れられており、スタッフがその意向を組んだものと考察できます。続いて天使の悪魔が階段に座るシーンは、映画ジェイコブス・ラダーよりオマージュされたものです。
ジェイコブズ・ラダーという映画のタイトルですが、これは旧約聖書の創世記28章12節に出てくる、地上から天国に通じるはしごあるいは階段、いわゆる天使のはしごから名付けられたものです。ここまでの内容から、このオープニング映像では、オマージュ元の映画のタイトルや、ストーリーにちなんだキャラクターが、それぞれ配置されていることがわかります。またこの作品についても、コミックス10巻にて、ジェイコブス・ラダー大好き、と、藤本達樹先生がコメントを残しています。向かい合わせの秋と姫野が映し出されたシーンは、キアヌ・リーブス演じる、悪魔払いを生業とする男が主人公である、映画コンスタンティンからのパロディです。この映画においては、キアヌ・リーブス演じる主人公に、ヒロインの女性が何度かキスしようとする様子が描かれるのですが、これは毎回未遂に終わっており、秋と姫野の関係性を示唆しているものと考えられます。公安大麻得意4課の面々が映画を見ているシーンは、ジャン=ユック・ゴダール監督による、1966年制作のフランス映画、男性女性のパロディとなっており、前列で真面目に映画を見る秋が特徴的です。藤本達樹先生のファイアパンチにも、映画館のシーンがありましたが、このオープニング映像に映画のオマージュがあることを、示唆したシーンと言えるでしょう。この映画館のシーンですが、今回のアニメ第1期にて登場予定のキャラクターが、ぎっしりと描かれているものの、なぜか暴力の魔人についてはその姿がなく、これは意図的なものと考えられます。デンジがボーリング場でボールを磨くシーンは、映画ビッグリボースキのオマージュです。ビッグリボースキは、その日暮らしの無職の男が、ある勘違いから命を狙われるという、一部の映画ファンに、カルト的な人気を誇るコメディ映画ですが、無職の男が謎に命を狙われるという設定は、チェンソーマンにも通じるところがあります。続いて水着のパワーが登場するシーンは、パワーという文字のフォントが、マイテソーと一致しています。このシーンではなぜかパワーの胸が、不自然に大きく描かれており、あくまでフィクションの一部であることがわかります。巻き間に手を伸ばすデンジの手が、映し出されたシーンでは、その手に槍が描かれています。この二人の間には、謎の壁が現れ、結局巻き間に触れることは叶いません。これは本編のとあるシーンでも、オマージュ元となっているフランス映画、アンダルシアの犬の、ドアの向こうから差し出される、アリの付着した手を彷彿とさせます。このシーンについては、デンジは両手でマキマの胸を触ろうとしており、マキマもまたデンジの胸のあたりを凝視していますが、マキマの欲望が一体何なのかを感じられる、練り込まれたカットと言えます。続くシーンでは、マキマがデンジにカタツムリを食べさせようとしていますが、このカタツムリは、カタツムリの触覚に寄生する寄生虫である、ロイコクロリディウムに寄生されています。ロイコクロリディウムは、カタツムリに寄生して行動を支配して、最終的にはカタツムリごと捕食者に、自分を食べさせるという特殊な生態を持っています。この行動様式は作中のある登場人物と一致するのですが、詳しく知りたいという方はぜひコミックスをご確認ください。またこのシーンでデンジの体に巻きついた植物は、食虫植物のハエトリソウであり、マキマとデンジの未来を示唆する形となっています。そしてオープニング終盤で登場する巨大な金色の玉は、名作スリラー映画ファイトクラブに登場する、美術品が元ネタとなっています。チェンソーマンのストーリーにおいては、第1話でデンジは金の玉を売却しており、また第2話ではアキが金の玉を攻撃されるなど、作中でも非常に重要な要素の一つとなっています。こうしてオープニング映像にて、繰り返し金の玉が登場するのは、確実に制作陣の意図があってのものと言えます。そしてドーナツのような形状をした悪魔を爆発させて、颯爽と立ち去るパワーのシーンは、藤本達樹先生の短編、さよならエリのセルフオマージュです。このシーンはジャンププラスで連載中の、チェンソーマン第2部でもセルフオマージュされており、スタッフの間でも人気が高い構図であることが伺えます。そして最後は、地面に座って遊ぶパワーとデンジが映った後に、雪の上に立つ秋と、大量の本の上に立ち、闇を見つめるマキマのシーンが描かれますが、これは本を読むことの大切さを伝える、とある風刺画がオマージュ元となっています。このシーンでは、マキマは闇を見つめており、秋には雪が積もっていますが、なぜこのような描写なのか、気になる方はぜひコミックスをご確認ください。最後に角度は高くないものの、これが元ネタではと考えられる内容について追記していきます。まずデンジとパワーが勝利のダンスを踊っているシーンですが、
これはオープニング曲キックバックの元ネタともなっている、モーニング娘。のソーダ、We Are Alive の終盤のダンスに近い雰囲気があります。このシーンで流れてるキックバックの歌詞も、努力未来やビューティフルスターとなっており、この踊りのシーンをあえて被せた可能性もありそうです。またこのダンスについては、某夢の国のネズミが同じ踊りをしているとの情報もありましたが、都合により触れません。オープニングの中盤では、壁に叩きつけられたデンジの目が、不気味に光るシーンがあり、これは同じくジャンプ作品である、ナルト疾風伝のオープニングを彷彿とさせるものがあります。しかしながらこういった演出はアニメや漫画において、ごく一般的に見られる描写でもあり、意図したものであるかは不透明です。以上、今回はアニメチェンソーマンの、オープニングの元ネタについて解説しました。この動画で紹介したもの以外にも、これが元ネタという情報があれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。